どうも皆さん、カイトです。イトラーというゲームをご存知でしょうか？こちらは2022年3月22日に Steam にてリリースされました。早速10時間ほどプレイしてクリアしたんですが、超簡単にライトに遊べるメトロイドバニアでしたね。ラストまで一度もデスることなかったライト加減で、ストーリーも探索要素も非常に分かりやすく、手書きイラストもマッチしててとても面白かったです。今回はイトラーというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずジャンルになるんですが、喋る斧と出会った少女が森を救うメトロイドバニアアクションになります。イトラーが喋る斧を片手に森林や洞窟、水の都などを駆け巡り探索していく形です。基本的な攻撃は斧オンリーになり、モンスターをバチバチに叩き割って突破、そしてダンジョンラストで悪に侵されたボスを倒す流れですね。斧以外は武器は増えなくて、道端のクリスタルでスキルをバフをイトラー自身にかけていくスタイルです。得得することでため攻撃から落下攻撃、壁ジャンプ、2段ジャンプなどが解放されていきます。あとこちらが体力ゲージで、こちらがスタミナゲージ。体力回復するクリスタルで個数分だけ回復できます。スキルやダッシュを使うことでスタミナ消費するので管理が必要なのと、セーブポイントの焚き火では体力もスタミナもクリスタルも全回復できる仕様ですね。こちらにもバフをかけることが可能で、拠点の村のアイテム屋と武器屋でマネーと重要アイテムを使うことで強化が可能です。当然ドッジロールによる回避もあるのでご安心を。マップはものすごく広いんで、くまなく探索してから次に向かうメトロイドバニア要素になり、後から取りに行こうというのはやめた方がいいです。ファストトラベルないから。マジで広すぎるんで戻る気力がなかったのが本音ですが、爽快感というよりはほんまに通常スピードでのアクション性が強い作品は久々だったので新鮮でした。これがええねん。次にストーリーなんですけど、突然にクモの群れに襲われてしまったイトラーは捕まり、洞窟の中で意識を失っていました。そこで喋る斧の呼び声により気がつき、糸を破って外へと向かいます。イトラーは人類最後の生き残りらしく、自分の過去を明らかにするため、また世界を救うという役割を果たすために冒険に出かけるっていうお話。そしてこのゲームの魅力になるんですけど、1、超絶ライトなメトロイドバニア。初っ端から言いますが、難易度はイージーだと感じ取られました。難易度設定は選べないんですが、すごく簡単です。これがプレイしやすい箇所になりますね。ちなみにゴリゴリのメトロイドバニアを体験したい方は、こちらのエンダーリリーズをおすすめします。なんでイージーかっていう感じなんですけど、イトラーの防御力はとにかく硬い。マジで硬いです。通常ならモンスターからのダメージで3割ぐらい持ってかれるんですけど、ちょっとしか減らないんですよ。さらにトゲ落下では即デスではなくダメージになり、これが一番食らいます。敵も結構硬いのも多いんですけど、ヒット数で計算できて倒せる感じ。通常攻撃が1としたらスキル攻撃が2だと断定できますね。これにより多少のゴリ押しでも勝ててしまうのが良いです。あとは焚き火によるセーブポイントの数がたくさんあるのがぐっと難易度を下げていますね。体力そろそろ回復したいなと思ったら湧き出るかのように出てきます。モンスターは見えにくいとこはないので楽勝に倒せて、ボスもラスボス以外は簡単でしたね。ダンジョンは得得したスキルをフルに使っての攻略なので、謎解きなどもごくわずかなものですが、このフック方式だけはマジで苦手で、唯一コントローラー投げそうでした。2、手書きイラストがぬるぬる動く。見てもらえたらすぐわかるんですけど、イトラー含めてモブキャラからのボス、ちょっとしたアニメーションもぬるぬる動くのがイトラー。随所に開けさせない工夫が散りばめられているのがわかります。イトラーの攻撃モーションからモブキャラたちのやり取り、そして背景のイラストなどは見ていて爽快でしたね。喋る斧が基本的にナビゲートしてくれますが、セリフは最小限で、あとは肌で感じろっていう演出もちらほら。個人的には意味不明にブチ切れてくるイフリートがお気に入りでした。なんか可愛くない？ 3、クリア時間は10時間。探索をこまめにしながらもクリア時間は10時間ほどでした。強化するアイテムが入っている宝箱を3つ見つけられなかったので、体力とスタミナはマックスにはいかなかったですね。惜しい。ファストトラベルがあったら絶対に収集に行ってました。実績の項目に5時間クリアというのがあるので、探索せずにひたすら突き進んだらそれぐらいでもいけるかなと。以上になります。喋る斧と少女のメトロイドバニア、イトラー
マップでの場所を確認しながら端から端まで探索していく。そして斧の攻撃とスキルでゴリゴリ突破していくゲーム性。よかったら皆さんもイトラーを操作して世界を救いに行きませんか？きっと喋る斧の正体に薄々感づいてやっぱりってなってますよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただければ幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。